皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは研究開発向けの真空装置を作っている会社です。さて、皆さんが普段使っているスマホやパソコン、その中にある半導体、どうやってあんなに細かい回路を描いているか不思議に思ったことはありませんか？その描き出す中心的な役割を担うのは、今回解説するフォトリソグラフィーです。これを知れば半導体製造の凄さがわかります。これから学びたい方にわかりやすく、最新の EUV 技術まで一気に解説していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。フォトリソグラフィーを一言で言うと、写真の現像技術を応用した加工技術です。シリコンウェハーの上にフォトレジストという光に反応する特殊な液を塗ります。そこにフォトマスクという回路の原板を重ねて光を当てると、光が当たったところだけが反応して精密なパターンが浮かび上がります。このパターンはその後のエッチングや精膜のガイドになります。つまり、ここでの精度が悪いと、その後の工程が全て台無しになってしまう、まさにデバイスの運命を握る最重要プロセスなんです。では、具体的な流れを解説します。フォトリソグラフィーは大きく分けて5つのステップで進みます。まず、ステップ1は、洗浄と前処理です。ここはまず、徹底的なお掃除です。わずかなゴミも許されません。薬液でピカピカに洗浄した後、さらに脱水ベークや HMDS 処理を行うことで、表面を疎水化し、フォトレジストの密着性を向上させます。続いてステップ2、レジスト塗布です。ここでスピンコーターという装置が登場します。正常化したウエハー中心に液状レジストを垂らして、ウエハーを高速で回転することで遠心力を使って均一で薄い膜を広げていきます。そしてステップ3がプリベークです。ソフトベークとも呼ばれます。塗ったばかりのレジストを80度前後の温度で加熱して、レジストに含まれる溶液や水分を飛ばします。これによって膜が安定し、この後の露光の精度が上がるんですね。ただし加熱しすぎると感度が落ちてしまうので、温度と時間の綿密な管理が必要です。ステップ4はいよいよメインイベントの露光です。ステッパと呼ばれる装置を使い、フォトマスクに描かれた回路に光を当てて、レンズを通すことでウエハー状にギュッと縮小されて焼き付けます。最後のステップ5は現像です。露光が終わったウエハーに現像液をかけます。現在主流のポジ型レジストの場合、光が当たった部分だけが溶けて、残ったレジストが緻密な回路パターンの形になります。これらを何度も繰り返して何層にも重なる複雑な立体構造を作っていくんです。さて、最近ニュースでもよく聞く EUV リソグラフィーについても触れておきましょう。もっと細かく、もっと高性能に、その要求に応えるために登場したのが 13.5 ナノメートルという極めて短い波長の極端紫外線 EUV です。これはとても難しい技術なんです。EUV リソグラフィーは装置の構成が非常に複雑で、高出力光源や反射光学系、真空チャンバー、専用の反射型 EUV マスクなどが必要なため、導入・維持コストが極めて高いという課題があります。でも、これがあるからこそ、最新の AI チップや高性能スマートフォンが実現できているのです。最後にまとめです。フォトリソグラフィーは、半導体製造の精度を左右する中核技術。そして EUV の登場によって、その微細化はさらに加速しています。私たち菅製作所では、こうした微細加工の前で必要となる ALD やスパッタリングのテスト精膜サービスも受けたまわっております。1枚だけ試したい。どんな膜になるか見たい。といったご要望にも現場の知見を生かしてお答えしています。装置のご相談はぜひ概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。この動画が皆さんの課題解決のヒントになれば幸いです。本日もありがとうございました。
役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。